んにちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でスイートピーのお花を作ります。作りたいお花の色の色画用紙を準備して、手芸店や100円ショップに売っている紙を巻いたワイヤー、太めのものと細めのものを準備します。色画用紙を1辺8センチ四方の正方形に切ります。これを半分に折ります。折り目を左側に向けて縦に置きます。折り目側だいたい3分の1あたりのところ、下から3分の1あたりのところに印をつけます。右側、紙端側はちょうどだいたい真ん中のあたりのところに印をつけます。この2つの印を結ぶように線を引きます。紙の端の方から折り山に向かってこの線の上に切り込みを入れていきます。最後まで切らずにこのように少し残して切り込みを入れます。すべての角を丸く切り落としていきます。だいたい真ん中のあたり、少し印側のところからハサミを入れてぐるっと丸く切り落とします。で、こちらの角も切っていきます。同じように角を落とすようにカーブさせながら丸く切り落としていきます。どのくらいのカーブで切り落とすかはお好みで結構です。で、この丸いカーブの外側を少し花びらのひらひらにしたいので、このようになみなみと切ります。もしいきなり切りにくいようであれば、鉛筆で印を書いてから切っても構いません。広げるとこのような蝶々のような形になっています。真ん中の折り線ももう少し切り込みを入れたいと思います。この印のところから下の部分、この蝶々の下の部分ですね。これと同じぐらいの幅のところまで切り込みを入れたいと思います。このような感じで切り込みを入れました。これでスイートピーの花びらの形ができました。1本のスイートピーに4つぐらいお花をつけたいと思うので、1つできましたらこれを型紙にして後の枚数を取っていきたいと思います。2つに折ったこの型紙を写していきたいと思うので、この折ったままの幅に色画用紙を折ります。ここが折り目になりますので、折り目と合わせてこのように置いていただき、写し取っていきます。切り取っていきます。写した線の通りでなくても構いません。だいたいで結構です。ここにも切り込みを入れていきます。斜めに下ろして少し下から間が空くぐらいの位置にだいたいで結構です。このように切り込みを入れます。同じように開いて折り線のところもこのように切り込みを入れていきます。
4枚作りました。花びらをお箸のような棒を使ってカールしていきます。蝶々型の下の羽のような部分を内側にカールしていきます。この丸い角をこのようにお箸を当てて、お箸の丸みに合わせてくるくると内側にカールさせます。こちらも同じようにカールさせていきます。このように内側にカールいたしました。反対側も同じように内側に向かってお箸の丸みを利用してこのようにカールさせていきます。蝶の上の羽のような形の方もカールしていきます。こちらはいろいろなカールをさせた方がお花にするときに面白いかと思いますが、とりあえず基本のカールをしていこうと思います。この羽のような形の下の部分を先ほどと同じようにお箸を当てて内側にカールしていきます。反対側も同じようにカールをいたします。今このような形で全部内側にカールさせていきました。くるんと裏表逆にして今度はここの上の部分ですね、まだカールしてないところをくるくるとカールしていきます。裏表を逆にしたので反対側にカールをすることになります。上が内側になった面を上に向けて、下の方が膨らんでるようにして上を向けましたら、下の切り込みのところ、切り込み終わりのところに合わせて自然に上に折ります。真ん中の部分を折り目に合わせてパタンと畳みます。するとこのようなお花の形になります。細めのワイヤーをペンチのようなものでだいたい3分の1くらいの長さに切り分けます。お花を4つ作ったので4本必要になります。ワイヤーの先を少し曲げます。手で曲げにくい場合はペンチを使って曲げていきます。接着剤を準備します。今日は木工用ボンドを準備いたしましたが、スティックのりでも水のりでも何でも構いません。爪楊枝のようなものの先にこのように接着剤をつけて、先ほど作った花びら、折り目を全部広げて中心のところに適当に接着剤をつけてまた戻して折ります。折った上の根元のあたりも接着剤をつけて伸ばします。接着剤がまだ乾かないうちに先ほど先を折り曲げたワイヤーをこのちょうど折ったところのくぼみに、この上の部分ですね、ここに引っ掛けるようにして、で中心の折り目にワイヤーを合わせるようにして接着剤を塗ったところが貼り付くようにパタンと半分に折ります。これでワイヤーと色画用紙がくっつきました。緑色系のマスキングテープを用意いたします。マスキングテープをだいたい正方形になるぐらいのところで切り取ります。
ワイヤーをつけたお花のこの後ろのところにこの四角いマスキングテープの対角線が来るようにこのように貼ります。そしてワイヤーに合わせて半分に折り曲げます。もしテープののり面が出ているようであればまたのり面が隠れるように反対側に折り返してこのように額を作ります。お花が4つできましたら少し太めのワイヤーにマスキングテープを使って花をつけていきます。マスキングテープを少し長めに切っておきます。太めのワイヤーの端に花を少し上に出るように合わせてこのようにテープを斜めにぐるぐる巻いていって貼り付けていきます。下に向かって巻きつけるように貼り、少し下に貼れましたらまた一つ持ってきて、やはり同じように少し長さを出しておいて、で一緒になるようにまた巻いていきます。でこのように少しずつずらしながら4つの花を合わせて貼っていきます。途中マスキングテープがなくなりましたらまた追加して切って貼っていきます。ワイヤーが長すぎるようでしたらお好みのところで切り離してしまいます。お花が今同じ方向にまっすぐ上を向いているので少し形を作っていこうと思います。この太めのワイヤーを反り返るようにして曲げていただいて、で一番上のところを反対側に少し曲げるようにします。このように湾曲させます。お花も少し前に向くようにして、さらにちょっと右左行くようにして、お花がもし潰れているようだったらここで開くようにして形を作っていきます。こちらでスイートピーの完成です。こちらのように4つの花少し薄い色と濃い色で混ぜて作ってみました。いろいろな色で楽しんでみてください。